はい、金坊主でございます。今日はですね、豊雲製品の AI 機能というページを見つけたので、ちょっとね、見ていこうかなと思います。豊雲のチャンネルの方にはたまにですね、お邪魔して動画喋ってたりはするんですけれども、今回は私のチャンネルで、実際にですね、まだ私もね、知らないことがたくさんありますので、ちょっとこれから AI 機能というページがあって、どういうように豊雲製品が AI とつながるのか。キントーンはね、今、キントーン AI ラボってありますけれども、豊雲製品、ここに書いてますよね。最先端の AI 機能があなたのキントーン活用を強力にサポート。セキュリティも安心、利用する情報が AI の学習に使われることはありませんと書いております。ここやっぱ気にする人多いですよね。大丈夫よって言ってても、いやでもやっぱし情報入れるの怖いなというところがあるので、もうこういうふうにね、豊雲が変えてますから大丈夫なんでしょう。で、ご利用いただける AI 機能で、今すでにですね、データコレクトに関しては AI 機能が追加されています。例えば、この集計に必要なフィールド式を AI が提案。データコレクトっていうのは、キントーンの中にあるレコードの情報を、例えば別のアプリに計算してセットするとか、ね、あとはなんかこう、アプリ間連携でよく使えそうな製品なんですけれども、その関数を使ってですね、いろいろ式を書いていくんですけれども、そこがですね、今はもう AI が提案してくれる。これでいいんじゃないみたいな、こういうのでいいんじゃないみたいなのを提案してくれたりもしますし、あとはですね、ピボットテーブルの集計設定を AI が提案してくれる。クロス集計が得意とかね、詳しくなくても AI がね、こういう感じでやったらどうみたいな感じで提案してくれる。この2つに関しては今すでに実装されていますので、データコレクトであったりとか、もしくはこのアプリ間集計とか、各アプリのね、集計をちょっとうまいことしたいなっていう方はですね、このデータコレクト、まずちょっとお試ししてもらえたらいいかなと思います。気になるのがですね、それ以降のこのリリース予定になっている AI たち。豊雲製品のロードマップっていうのがあって、それでこういうようなことをアップデートしていくよってとこにね、AI って書いてたんですけど、よりちょっとね、詳細にというか、よりね、こう見た目でわかりやすくね、ページで書いてるので見ていきます。ホームブリッジ。ホームブリッジはキントーンにレコードを保存するために外部フォームを作って、そのフォームに入力したらキントーンに入ってくるみたいなのが基本的な機能なんですけれども、キントーンと連携したフォーム全体のデザインや回答完了画面などを AI が作ります。フォーム作成やデザイン検討の手間を変えずに回答者にとって分かりやすい見た目や構成に整えられますと。これ、例えばあなたの名前、メールアドレスぐらいやったらいいんですけれども、いろんなアンケート項目とかあると結構ね、設定大変なんですよね。これは別にフォームブリッジがっていうよりは、どのフォームもそうやと思うんですけれども、それをフォームのデザインを AI が考えてくれる。多分ですよ。これ僕は今使ったことないし、話聞いてないし、多分、今見てる感じでいくと、こんな感じで、名前とかね、最初に入れないとあかん情報は上に持ってきて、そこからアンケート項目。これがキントーンのフォームでは、ごちゃごちゃになってても、きっと AI がいい感じにしてくれるんじゃないかなと思いますし、回答完了画面も AI が作ってくれると。ありがとうサンクスみたいなところを、ちゃんと AI が考えて作ってくれると。これね、もう、とりあえずキントーンで入れる場所は作ったから、あとはフォームブリッジとフォームブリッジの AI でよろしくみたいなことができると便利ですね。次、K ビュアですね。K ビュアに関しては、逆にキントーンに入っている情報を外部公開しようみたいな製品なんですけれども、ビューの設定の安全性を AI が評価。ビューの設定における安全性を評価し、改善のヒントを教えてくれます。均等の情報を外部に公開する際のリスクを最小限に抑え、適切な情報資産が守られるように AI がサポートしますと。どういうことかというと、例えば、情報を公開しています。でも、普通に公開している、一般に公開できることもあれば、パスワード ID みたいなものを使って、一つのね、パスワード ID で制御するってこともできれば、Google のアカウント、Microsoft のアカウント、メールアドレスみたいな形で、それを承認しないと見れないとか、いろいろとね、設定したり、あとは公開する情報も、A にチェック入ってたら公開するけど、チェック入ってなかったら公開しないよみたいな、条件分岐的なね、絞り込み的なことも KBR でできるので、それを多分評価してくれるんでしょうね。これやったら完全に公開されちゃってますよ。こういう設定した方がいいかもしれないなとか、多分そういう情報をくれるんじゃないかなと思います。さらに KBR に関してはですね、こちら。ホームブリッジと一緒ですね。レコードの詳細画面のデザインを AI が作成と。
なので、一覧画面は作りました。で、詳細画面にシュッシュッシュッとね、データを入れていくと、勝手に AI がこう、綺麗な感じで見やすくしてくれると。このあたりの設定っていうのが、やっぱりね、楽。そんなにね、大変でもないんですけれども、やっぱ項目が多くなったりしてくると。であったり、やっぱり AI 使って、こう時短というか、時間のね、労力をもっと他のところにね、避けるようになってますので、これもやっぱ便利かなと思います。ケメラは、キントンからメールを送るっていうサービスなんですけれども、シナリオメールの設定を AI がサポートすることで、キントンと連携したメール送信を効率よく自動化できます。シナリオ作成の手間をかけずにより簡単にメールマーケティングを行えますというところで、シナリオメールっていうのは、例えばメールを今ここにあるようにメール開封したら次のこのメール、多分情報見てるんだろうなと思って、ありがとうございます。情報どうでしたか？足らない場合はここからダウンロードできますよみたいなのもできるし、開封してなかった場合は、まだメール開封されてませんので、まず一度ね、メールを開封してもらって、で、次何かわからないことがあったらみたいなこうね、条件分岐をしていくことができます。で、メール開封して、例えば契約とかになったら、契約の後のまたステップメールが起動していく、シナリオメールが起動していくみたいなことができたりするんですけど、そのね、設定を AI が考えてくれると。なので、メールマーケティングとか後追いとか、ちゃんとその人に合ったメールを送りたいけれども、どうやったらいいんだろうな、みたいなのが、ケメラのこの AI 機能が実装されるとできちゃうのかもしれない。そして私が今一番気になっているのはこのプリントクリエイターですね。キントーンの中にある情報を使って帳票作成、書類作成をする機能なんですけれども、サービスなんですけれども、書類テンプレートの設定を AI がサポート。背景となる書類 PDF の内容を AI が解析し、テンプレートの設定をサポートします。キントーンから書類に引用するデータの配置やそれに紐づくフィールド情報の設定を効率よく行えます。これはもうね、明日にでも今にでも欲しいですね。はい。この何にも書いてない PDF をね、準備して、で、それをセットして、そこに、ここにはこのフィールド、ここにはこのフィールドって設定していくんですけれども、これをですね、AI がこの PDF をね、見て、こういうことかと。で、そこに自動的にきっともうフィールドを設定していってくれると。で、間違ってたら手動でね、変更すればいいんですけれども、というところで、開発ロードマップでね、まだ時期は未定やったと思います。まだ時期は未定ですね。時期は未定ですけれども、リリース予定なので、ここのね、時期が早くなったら、僕のこっちのチャンネルなのか、豊雲のチャンネルなのかわからないですけれどもね、ここはもうバッチリとね、紹介していこうかなと思いますし、余談ですけれども、豊雲アカウント、こちら、テンプレートギャラリーが追加されますよとか、テンプレートをね、AI で検索できる。このね、テンプレートも AI で検索できるみたいなこともできるようになるんですけれども、僕が気になっているのは、パスキーへの対応。既存のログイン方法に加え、追加認証としてパスキー認証を利用することができるようになりますと。私は基本パスキーをよく使ってるんですね。そういう製品使ってですね、パスキーを使ってるので、これできるようになってくると、メール規定とか、ログインしてとかじゃなくて、もうパスキーを使用するボタンポチッと押したら豊雲のアカウントに入れるってなってくるとめっちゃ便利やなと思うので、AI のページに関しては概要欄に貼っておきますし、今後もですね、別に豊雲製品に限らずいろんな製品紹介していこうかなと思いますので、チャンネル登録しなくても大丈夫です。いいね押してもらえると嬉しいなと思いますし、X の方もたまにつぶやいてますので、そっちの方もね、フォローしていただけたら、こういった情報公開したよみたいなところも上げていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la